今回はですね、シンガポールに来ております。前回までは、タイでの動画をお届けしたと思うんですが、シンガポールでもですね、大日本帝国に関連する地や、シンガポールの軍事に関する、場所に行きたいと思います。で、早速ですが、今日シンガポール初日はですね、アジア最大のエアショー、シンガポールエアショーに行きたいと思います。それでは、向かっていきたいと思います。会場へはですね、まずは、シンガポールの電車 MRT を使って、向かいたいと思います。で、今駅に着いて電車を降りたんですが、ここからはですね、会場に向かう専用のシャトルバスに乗っていきます。ちゃんとこうやって案内もされてますね。駅直結ですね。ここからどうやら、シャトルバスに乗っていくんですが、ここでもうすでにチケットのなんか拝見みたいなのがあるのかな。Thank you. で、ここでチケットを見せて、で、あと荷物検査ですかね。驚いたのがですね、結構スタッフの人、本当にみんな笑顔で挨拶してくれるんですよね。やっぱり国際的なこのエアショーっていうことだけあって、こういうおもてなしっていうところが、第一印象としてはすごいですね。もともとシンガポールって華僑の人が多いですけど、やっぱり車内も中国語が飛び交ってますね。会場が見えてきたんで、そろそろですかね。バスに乗ってるのはだいたい20分ぐらいですかね。いや、暑いし、なんかジメッとしてますね。昨日とは朝にかけて雨降ったのかな。またここでもどうやら、でも荷物検査はないのか。スルーだな。ここはスルーですね。あそこにはボーイングのポスター、広告がありますね。これはエアバスの A400M の広告ですね。エアバスはやっぱり大手だからすごいな、広告の量が。ここ全部一体エアバスだもんな。いやー、日差しがな、強そうだな。これは焼けるな、絶対に。今日のね、シンガポールの天気が、今はこうやって日が出てるんだけど、どうやらお昼過ぎから雨が降るそうなんですよね。だから写真撮影はもう午前中が勝負になりそうですよね。一応シンガポールの今日の気温が25度、最高で30度超えるみたいですね。で、今日日本は東京は雪が降るってことで、だいぶその温度差がすごいですけど、じゃあ楽しみますか。シンガポールエアショー、ここからですね。さて、会場内を見ていく前に、ここでシンガポールエアショーについて簡単に紹介したいと思います。シンガポールエアショーは2008年から始まり、2年おきに開催される航空・防衛関連企業が自社製品などを展示して PR するビジネスショーとなり、今回は記念すべき第10回となります。開催期間中の平日は業界関係者向けのトレードデー、土日が一般公開のパブリックデーとなっており、今回僕は土曜日のパブリックデーに参加しました。シンガポールエアショーの規模としては、およそ50の国や地域から1000社以上の企業が参加し、またシンガポールはアジアの中でも中立的な国であることから、ロシアや中国をはじめとする東側諸国、そしてアメリカやオーストラリアをはじめとする西側諸国の航空機が一堂に会する
アジア最大のエアショーとして知られています。今回はロシアの参加はありませんでしたが、マレーシア空軍からロシア製戦闘機スホーイ30の参加があり、また日本ではまず見ることのできない中国空軍のアクロバット飛行チーム81飛行表演隊が展示飛行を予定しており、これらが特に見どころになるかと思います。マレーシア空軍のスホーイ30については、この日は展示飛行はなく、翌日のパブリックデーで実施されたので見ることはできませんでした。すごいな、やっぱりまだ人が少ないっていうのもあるけど開放的ですね。あそこにはロッキード・マーチン F35 ですかねの大きな広告がありますね。多分ロッキード・マーチンのブースなのかな、あそこは。ちょっと後で見に行こうと思います。ここにはちゃんと飲食店のブースもありますね。多分でもシンガポールのことだから高いんだろうな。いろいろラクサとか、あとなんだろう、麺類に麺類とパスタかあるのか。いくらすんの？ちょっと目が悪くて見えないな。でも多分高いよな。ここはハンバーガー安いやつでも20ドルは超えてきますから2400円か。いや高いなやっぱり。だって街中で昨日ローカルな食堂行きましたけど、そこで3ドルで食べれますからね。3ドルって言ったら360円ぐらい。それでここが2400円ってことは7倍近くか。やばいな。まだ屋内展示の方は開いてないみたいなんで、先に地上展示でもさっきり見ていきますかね。あそこにはもうここからでも分かりますよね。 F35 ですね。オーストラリア空軍のやつかな。やっぱりこの正面から見た時のこの感じが、いやーかっこいいなやっぱり。ここはアメリカ空軍のブースですね。無人航空機リーパーに KC46 ですね。で KC46 の隣にはアメリカ海軍のこれは P8 ですかね、哨戒機ですね。アメリカ軍の戦闘機の参加はどうやらないみたいですね。やっぱりみんな旅客機よりこうやって軍用機の方に集まりますね。でアメリカ軍の後方にはドイツ軍ですね。ドイツ軍のこれも輸送機なのかな。ここはシンガポール空軍のブースですけど、すごい人だかりですね。 F16 にこれはシンガポール空軍向けの F15E ですかね。 F15 に関しては機内も見れるみたいですね。コックピットの中もやっぱり母国シンガポールっていうだけあって人だかりがすごいですね。みんな入り口に近いっていうのもありますけど、これはシンガポール空軍の AH64 アパッチですね。機体の前には
武装も展示されてますね。ここが国内展示の待機列ですね。すごい人だな。入場1分前、もう人が押し寄せてますね。会場ですね。涼しい。これからもうトレードデーは終わっちゃったからスタッフの方はいないのかな。これはどこのブースもこうやって展示に布がかけられてたり、スタッフもいないですね。一部スタッフはいますけど、それかでもこうやってロープっていうかテープがしてあって閉鎖してますからね。でチケット購入時にですね、記念グッズの支払いもしたので、その記念グッズの受け取りに行きたいと思います。で僕が購入したのがですね、シンガポールエアショーの帽子と、あと記念メダルでパッチとタグキーホルダーですね。このシンガポールエアショーのマスコットキャラクターどうにかならないのかな。なんか絶妙にダサいっていうか可愛くないんだよな。でここはあれですね、グリペンを開発するサーブ社ですね。先月、タイに行ってグリペンを見に行きましたが、これはグリペン最新型グリペン E ですね。 E の模型が展示してあります。サーブ社って言ったらやっぱりグリペンのイメージが強いから、航空機しか開発してないのかと思ったら、こういったこれはあれなのかな、対戦車砲かな、こういう地上兵器も開発しているみたいですね。ここが中国のブースですね。今ちょっと話題になってますけど、これが噂の中国の最新鋭ステルス戦闘機 J35A ですね。いやー、もう見るからに F35 にそっくりですからね。一応第5世代戦闘機で F じゃないや J35A は A の方は空軍仕様みたいですね。愛称が雲龍というそうです。 J35 はアメリカのロッキード・マーチンが中心となって開発された F35 に対抗するステルス戦闘機として開発が進められ、2024年11月の世界エアショーでは艦載型に先立って空軍向けの陸上型 J35A が正式に公開され、翌年に艦載型の J35 が戦勝パレードで公開されたほか、空母福建での電磁式カタパルトを使用した発艦や着艦の様子が公開されました。兵装はウェポンベイに収納し、機体は F35 のようにステルス性を意識した形状となっており、中国によるとステルス性は F35 と同じ水準に達するといいますが、その真相は定かではありません。また F35 が単発エンジンなのに対して J35 は双発エンジンになっており、これは十分な推力、速度を得られるだけの単発エンジンを開発できないために双発エンジンにしたと考えられており、そのことから中国は F35 に匹敵する高出力のエンジンを独自で開発する技術はないと見られています。しかし F35 は高額であり、政治的・外交的問題などの理由で購入できない国から J35 は注目されており、パキスタンは J35A40 機の導入を決定しています。中国の航空技術は依然としてアメリカに及ぶものではありませんが、着実に開発能力を高めており、大型模型に集まる人の多さから注目度の高さがうかがえます。またトレードデーが終わり、すでに多くの企業が撤収した中、パブリックデーにもかかわらず、このように模型を前面に押し出すのは、技術面、軍事面において存在感を示したい中国の表れのように感じます。ステルス性能がどれだけなのか気になるところですね。これはあれですかね、オスプレイの後継機ですかね。
ここには日本のブースもありますね。ヒストリー・オブ・ディフェンス・ジャパン。ただ日本のブースはスタッフが誰もいませんね。別にわざわざシンガポールで見る必要ないからな。なんかあれですね、中国のブースはスタッフがいて、中には入れてくれないですけど、そうやって PR してる一方で日本のブースには誰もいないっていうのが寂しいですね。どうやらドイツ空軍のところでは物販っていうかパッチの販売があるみたいですね。なかなかドイツ空軍も日本に来ることはないんでね、ちょっとどんなパッチがあるのか楽しみですね。購入したパッチがですね、バッグに鉄十字が描かれた A400M のパッチに、そのお隣がですね舞台のパッチですかね。1つ20シンガポールドル、日本円だと2400円ぐらいですかね。いやー高いな。仕方ないか。やばい、展示飛行が始まってる。Before we witness the Apache shake hands with the F-16 in the sky, let's see how Liquid and Chiku pull out their next maneuver known as the Bunt. The Apache will push away its low-level prowess, popping up high and pausing in the sky before deeply steeply back down.次は中国空軍の81飛行表演隊の展示飛行ですね。僕がこのエアショーで見たかったものの一つですね。なかなかっていうか、まず日本で見ることはできないので、もうこういう国際的なエアショーとか、あと中国本土に行くしかないですからね。さてどんな展示飛行を見せてくれるのか楽しみですね。
81飛行表演隊の、展示飛行が終わったんですけど、第一印象としてはもっと暴れてもいいんじゃないのかなと思いますけどね。せっかくアフターバーナーがあるんだからそこをもっと生かしてほしかったですね。ブラックイーグルスとかはね、アフターバーナーバリバリで激しい軌道飛行してくれますからね。それと比べるとやっぱりだいぶ劣るっていうか、まだ黎明期なんですかね、中国空軍のアクロバット飛行チームは。そういう意味ではまだまだ伸びしろがありますからね、今後に期待したいですね。でも81飛行表演隊はまず日本では見ることができないんで、希少性っていう意味では見れて結構貴重なものだったのかなと思います。マレーシア空軍の方がここでグッズの即売会みたいなのをやってますね。残念ながらスホーイ30の地上展示はないんですけど、こうやって顔を出してグッズの即売会をやってくれてます。でマレーシア空軍のなんか即売会みたいなので買ったのが、シンガポールエアショーのこのスホーイ30が描かれた記念パッチと、あと普通にスホーイ30のパッチ、それとパイロットの方がなんか帽子かぶってたんで、それと同じ帽子を購入しました。帽子が1つ35シンガポールドルで、パッチが一律で10シンガポールドルでしたね。まさかの F35 ですね。オーストラリア空軍のかな。いやー、すごいハイレートクライムを見せてくれましたね。次はインドネシア空軍の、アクロバット飛行チーム、ジュピターですね。
感心しちゃうわ。中国の811飛行表現隊に全然負けてないですね。最後の、展示飛行が終わって、僕はもうこれで帰ろうと思うんですけど、感想としたら、一番最後にやったっていうのもあるんですけど、インドネシア空軍のジュピターがすごかったですね。本当に素晴らしい綺麗な展示飛行でしたね。で、地上展示に関してなんですけど、個人的にはちょっと寂しいかなって感じですね。スホイ30もいなかったし、以前はタイのね、タイ空軍のグリペンも来てたんで、あまり日本では見られないような物珍しい航空機が、少なかったかなっていう印象ですね。とは言ってもアジア最大の野所なんでね、来る価値はあるのかな、どうなんだろう。物価が高いですからね、シンガポール。無理して来なくてもいいのかなっていう感じはしますね。ようやく会場から出ることができて、だいたい1時間、1時間どころじゃないな、なんとか時間はかかりつつも出ることができて、これからですね、夜ご飯を食べに行こうと思います。で、朝から何も食べてないんで、だいぶお腹がもうペコペコなんですけど、で、ご飯食べに行くところはですね、もう疲れたんでホテル周辺で、済ませようかと思います。で、僕がその滞在しているホテルがですね、アラブ人街で、結構そういう、アラブ中東系の料理とか、あとインド料理が多くあるんで、事前調べで、ビリヤニとかインド料理が美味しそうなお店があったんで、そこ行こうと思います。で、やっぱり安いのが一番なんで、そこのお店は安そうなんでね、安くて美味しそうなんで、もう文句ないですよね、それだったら。ここですね。頼んだのがチキンビリヤニと、あと向こう側にあるのはここのお店の名物らしいです。ヌルタバっていう料理ですね。美味しい。ヌルタバ。めっちゃ美味しい。何これ。生地がすっごいもちもち。最後までご覧いただきありがとうございます。動画を気に入ってくれた方、また興味を持たれた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。